こんにちは、木之内です。今回は間取り添削の第1回目です。チョゴーさんからご応募いただいた間取りを添削してみたいと思います。非常に完成度が高い、よく考えられた間取りです。建築場所は兵庫県。ご応募いただいたのはチョゴーさん40歳。家族構成はご夫妻と小さな子供さんが2人。駐車場は普通車1台と軽自動車1台。軽自動車は将来的にということです。用途地域は第一種中高層住居専用地域で、建蔽率 60%、容積率 200% です。第二種高度地区、準防火地域。外壁交代は特に規制がないので、民法上の50センチがかかります。敷地状況を添付しますということで、このような図面をいただきました。こういう約33坪の敷地で、間口が 6.6 メートル、奥行きが 16.5 メートルです。敷地レベルが道路より1メートル程度高くなっているということで、こういうことも特に造成地ではよくあります。上が北ですが、少し降っているので、道路は東側よりも少し北へ降っています。それに南側の林地には2階建てと3階建ての建物が建っていて、西側も3階建てということですので、日当たりは相当悪そうです。間取りに関するご要望をうまく整理していただきました。木造2階建てを計画しているが、西側と南西側の家が3階建てで、日射取得が難しい敷地状況。そのため、中庭もしくは2階テラスを計画するなど、明るいリビングにする工夫が必要。そうですね。必要間取りから建坪30坪超は必要であり、2階面積を稼ぐためにガレージはビルトインガレージにする必要があり、子供室は寝るだけの最低限の機能として3畳でロフトベッドとし、共有スペースを重視。いい考えだと思います。バーベキューをよくするのでアウトドア用の収納が欲しい。それから知人を呼んで焼き鳥や燻製をするので、中庭やテラスなどで焼けるようにしたい。リビングは最低限。ダイニング重視。カーテンが嫌いなので、極力カーテンの不要な窓としたい。道路側には極力窓を設けない。敷地が1メートル高いため、ビルトインガレージの上部が中途半端な空間になる。玄関は明るく広い土間スペースとし、セカンドリビング的な役割としたい。洗濯物は基本乾燥機干し、または室内干し。洗面と脱衣は分ける。衣類収納、風呂、ランドリースペース兼脱衣室。洗面室は同フロアとしたい。水回りと寝室近接型ですね。掃除はルンバ使用。これを読むだけでもお考えがよく伝わってきます。こういう条件のもと書かれたのがこの間取りです。1階リビング1と2階リビング1をお送りいただいてますが、どちらかというと中庭に憧れるのと動線も楽な1階リビング1が第一候補です。と書かれているので、1階リビング1を中心に見てください。まず道路に面して駐車場が2台分。今回の敷地は駐車スペースを取るのがかなり難しいと感じますが、ここは後でまとめてやります。2階の間取りを見ると、2階の外壁ラインはこの位置です。敷地が1メートル上がっているので、ここで階段を6段上がります。正面に中庭の木がちらっと見えるのもいいと思います。もう一段上がったポーチから玄関扉を開けて中に入ります。このウッドテラスと書かれている中庭がこの家の一番の特徴です。玄関を広く取ってセカンドリビングとして使用するというのが面白いです。似たようなプランを一度したことがあります。こんな感じです。玄関から出入りできると靴やスリッパを履けるので中庭の使い勝手が良くなります。特にご友人を呼んで焼き鳥や燻製を作るということなのでぴったりです。せっかく玄関から出ることができるので、ウッドデッキでなくてタイルやコンクリートといった土間仕様でも良いかとは思います。そしてこの玄関から上がったところが LDK です。リビングは最低限、ダイニング重視と書かれているように、決して広いリビングではありませんが、この潔い割り切りがいいと思います。狭めですけども、LDK にできると思います。玄関からこの車庫に向かって上がっている階段については、断面を描くとこういう感じで、敷地に段差があるので、車庫の天井裏を物置として利用するということのはずです。細かいことを言うと、ここに階段を設けると、ここが階扱いになって、3階建てになってしまうので、
ここに可動式のはしごでいいかと思います。リビングからこの階段で2階へ上がります。2階は寝室の近くに水回りを設けた間取りです。水回りについては別の動画も上げていますので、そちらも参考にしてください。脱衣室も兼ねたランドリースペースを独立させて、洗面室はオープンとしています。この辺りはとてもよく考えられていて参考になると思います。寝室の横にここに吹き抜けがあります。ここからダイニングに光を落とす計画のようです。それと子供室も面白いです。子供室は最低限で寝るだけと考えて、将来仕切ると3畳の部屋が2部屋できる間取りです。子供室の机は部屋から外に出して、ここに作り付けのカウンターを設けるようです。ウォークインクローゼットも家族共有のクローゼットという感じです。ここにピアノスペースもあります。この間取りに対してチョゴーさんはご自身でこのように評価しています。1階リビング案の良い点と懸案。中には土間玄関と LDK がつながっており、一線の抜け感もある。こういう感じで確かにそうですね。買い物から収納への動線も楽。2階にキッチンがあるよりも1階の方が楽ということだと思います。1階トイレの位置がいまいち。今はここにあります。土間でもいいと思いますが、出入りするところが丸めになっています。外着用の収納位置が取れない。この辺りでしょうかね。光がちゃんと LDK に入るかどうか心配。中庭のリンチからの視線はどうか。ガレージの上部を半腰の収納エリアとして使えるかどうか。これは先ほどの天井裏の物置です。東側子供室が910オーバーハングしている。リビング収納が少ない。書斎がない。リモートワークスペースが寝室内。駐輪場が欲しいが設ける余裕がない。この中で特に重要なのが光がちゃんと LDK に届くか不安。それと東側子供室が910オーバーハングしているという点かと思います。中庭の断面を変えてみるとこんな感じです。太陽の方位と角度は表のようになります。8時でこれぐらいの角度で影倍率が 6.7 倍です。臨地の建物との距離が3200ぐらいですので、臨地の建物との水平距離はこれくらいになりますので、全く日照は得られません。10時でこれぐらいの角度で 2.15 分の1の角度ですから、なんとか建物内部に入ったとしても2階でさえ薄い角度でほんのわずかに入るくらいです。それでもリビングダイニングに直接日光は入ってきません。12時に南に太陽が移動する頃には角度的に窓に光は当たりません。ですので1階リビングはないかと思います。この敷地条件では2階リビングでさえそう簡単ではないと思われます。それと構造的に心配という2階がオーバーハングしている部分です。ここはドアの扉を開けるために壁をなくしているんだと思います。この部分はこの壁で支える計画のようです。1メートル程度のオーバーハングは可能ですが、前提としてそれを支える1階の部分の構造がしっかりしている必要があります。見た感じ、車庫については道路と平行に壁がないのが厳しいです。門型フレームや衣水工法といった合成を持たせた構造にするにしても300程度の柱が必要になると思います。この子供室のポーチの部分も少なくともこの角に近いところに柱は必要になると思われます。2階リビングはもう間取り図だけ見てください。1階が寝室、子供室、水回りで、2階に上がってダイニング、リビング、キッチン、書斎、トイレ、バルコニー。この尺の上をスキップフロアとして、現在は子供さんのスタディスペースとして計画されておられます。2つの間取りを見せていただきましたが、周辺状況を考えると、1階リビングでは冬にはほぼ日照が得られないので、2階リビングにするしか選択肢はないように思います。いただいた図面を見ると、今回の計画の一番のポイントは駐車スペースではないかと思います。こう2台並べることがかなり難しい敷地です。建物を3階として奥にやってしまって、駐車場部分をオープンにすると壁がなくなるので、なんとかギリギリ
アプローチのための通路が確保できるぐらいの敷地の寸法です。3階を避けて建物を前に出すために2台分の車庫を作るとなると、玄関まで行く通路が取れません。この車の止め方を解決できないと、なかなか前に進むのが難しいです。ですがこれが解決できると、長吾さん自身でもっと間取りを練っていけると思いますので、この辺りを提案してみたいと思います。ある程度の割り切りは必要になります。まず考えられるのは、それほど広くない 6.6 メートルのこの間口を有効に使いたいということです。その時気になるのは、この北側と西側のブロック塀です。高さが2メートルということなので、この控え壁が必要です。このコンクリートブロックを解体するか、コンクリートブロックを6段 1.2 メートルから上を飛ばしてしまって、控え壁を取ってしまえないでしょうか。しかしながら長吾さんが図面で残して、メンテナンス用の通路を取るためにコンクリートブロックからさらに控えて建物を計画しているので、解体できない理由があるのかもしれません。ですので、もしコンクリートブロックの控え壁を残したままでもギリギリ成立するラインを攻めたいと思います。グリッド用紙を載せます。南側の臨地境界から壁芯までを600ミリとします。これは民法上の外壁交代距離500ミリに芯からの壁圧100を足したものです。北側と西側の臨地境界からは壁芯まで700ミリとします。これはコンクリートブロックの厚み100ミリと控え壁400、それとクリアランス100ミリ、芯からの壁圧100ミリを足したものです。リッドは一番上の寸法が中途半端になりますが、910ミリを崩したらいけないということではありません。ただしコストアップになりますので、崩しすぎないようにしてください。コンクリートブロックの控え壁からはクリアランスが100ミリしかありませんので、通路にはなりませんが、水を作って雨水は流せます。控え壁と控え壁の間には、最悪部屋の中から行けるようにしてはどうでしょうか。それくらい考えないと難しい敷地だと思います。建蔽率 60% まで使うと、この赤いラインまで立てることができます。この辺りで計画してみたいと思います。車の止め方については、建物の前に少し空地ができますので、軽自動車の方は道路と平行に止めてはいかがでしょうか。軽自動車は将来的にと書かれていますが、普通自動車をあまり使用しないのであれば、普通自動車の前に止めてもいいですし、しょっちゅう出入りするのであれば、南側いっぱいに止めれば、なんとか出入りできそうです。これを前提に間取りを描いてみたいと思います。長吾さんが2階リビングで書かれていましたが、スキップフロアは有効な手段です。敷地の段差が1メートルと、車庫が土間仕上げになることで、部屋の床とのレベル差がさらに40センチ程度生まれるので、ちょうど半階分の1メートル40センチの階高の差が生まれます。詳しくはスキップフロアの動画も参考にしてください。ちょっと集中して書きますので、書き上がってから解説します。
一応完成です。それでは1階から見てください。車2台については普通車を車庫の中に入れて、将来的に軽自動車が増えれば道路と平行に駐車します。できればこのアプローチの前は開けておきたいところですが、普通車が頻繁に出入りする場合は軽自動車を南に止めてもアプローチ空間は一応成立します。玄関を入ると少し広めの土間を設定しています。それと耐震のための壁を取るためにここを60センチ以上必要なんですが、60センチの耐力壁としています。ここは深いのでハンガーを吊ることもできますし、下足箱として利用することもできます。小さな椅子を置いて簡単な打ち合わせならここで済ますこともできそうです。窓取って少し緑を見せても良さそうです。玄関の正面は左右の壁いっぱいに階段になっていって約 1.4 メートル床が盛り上がっていきます。階段上がったところから折り返して中2階へと上がっていきます。正面の壁を右手に進むと寝室と水回りです。ちょっとしたホールがあって、こちらが寝室とウォークインクローゼット、こちらが書斎、それからお客さんも使えるトイレ、洗面、脱衣室兼ランドリースペースとお風呂となります。2階の間取りです。玄関から半階約 1.4 メートル上がったところがリビング、ダイニング、キッチンです。ほぼチョゴーさんが書かれていた大きさですが、光を入れるために天井高は高くしたいと思います。それでも南東側の敷地の建物が、今は2階建てですが、まだ3階建て変わると火が入らなくなるので、一部トップライトを取っておいてもいいぐらいです。夏場の直射日光が入るので、あまりお勧めすることはないのですが、近隣の状況を考えると、この場合はトップライトもありかなとは思います。奥にキッチンがあって、背面にずらっと食器棚です。エアコンもこの辺りに隠せます。リビングはテレビの部分を少し持ち出すというのもあるかもしれません。18畳と少しコンパクトですが、気持ちの良い LDK にしたいところです。そして LDK からさらに半階分上がったところにデッキテラスを設けます。ここでバーベキューができます。道具入れはこちらで、高さは手すりぐらいで止めて、逆にこの北側の壁は太陽光を反射させたいので高く上げます。ちょっとした食材の受け渡しはこのダイニングの窓からできるかもしれません。デッキテラスの奥は子供室とスタディコーナーです。作り付けデスクとピアノ置き場、トイレは必要に応じて設けてください。子供室は7畳半のワンルームです。将来間仕切りを設ければ 3.75 畳の子供室が2間できます。収納が少なければ屋根を南側に上げてやって、この上にロフトを設けることもできます。
はしごはこちらです。断面はこんな風になります。敷地の段差1メートルと車庫の床とのレベル差を利用してスキップフロアとしています。スキップフロアについては解説動画も上げていますので、そちらも参考にしてください。玄関から半階上がって寝室と水回り、半階上がってリビング、ダイニング、キッチン、さらに半階上がって子供室、それとデッキテラスという階の構成になります。NDK の屋根についてはこう下げてきてもいいのですが、少しでも光を入れるために 1.5 階分の天井高としています。立面図はこんな感じでいかがでしょうか。正面だけ表情を変えてもいけそうです。準防火地域ですので、サイディングを下地に貼って防火と防水をしっかりとして、その上に木の板を張ることも考えられます。そうすると木の部分を少し前に出して、この窓の部分を少し奥に引っ込めるとしっくりくるかと思います。注意点としては、スキップフロアで家全体をワンルームにしているので、断熱をしっかりすることと構造計算は必須になります。今回はこの辺りで止めておきますが、少し条件を変えると間取りはガラッと変わることを感じていただけたと思います。リビングについては割り切っておられたので、到達できた案でもあります。書かれた案を見ていなければ、LDK の天井高をもう少し小さくして屋上テラスを利用することを検討したかもしれませんが、今のプランの方がバランスはずっといいかと思います。実はチョゴさんは一級建築士の資格をお持ちです。実務経験はないとのことですが、図面を見れば建築を勉強されていたことはわかります。ただ木造となると学校でもなかなか教えてくれないので経験がないのだと思います。今回の添削を通じて特に駐車スペースの整理ができたら、チョゴさんならここから発展させていけるはずです。もちろんこの案をそのまま使っていただいても大丈夫です。土地の購入がほぼ決まりと書かれていたので、もう契約されている頃かもしれません。良い家ができることを願っております。初めての企画で、まだ海のものとも山のものともわからないこの間取り添削に勇気を持ってご応募いただいたチョゴさんに感謝いたします。おかげさまで見ていただいている皆様にも役に立つ動画になったんではないかと自負しております。いつも対面で打ち合わせしていると喜んで感激していただいたり、逆に反応がもう一つだったらもっと勉強しないといけないと思えるのですが、今回の企画ではそれが叶いません。そこでお願いなんですが、今回の提案が良かった、チョゴさんのためになっただろうと思っていただけたら、下のグッドボタンを、いやもう一つだ、もう少し頑張れということでしたら、戒める意味でバッドボタンを押してください。これぐらいで落ち込みませんので、ぜひどちらかを押していただけるとありがたいです。また、間取り添削へのご応募は、下の説明欄の要領でお送りください。精一杯添削させていただきます。ただ、すべての作品を添削できるわけではないので、ご了承ください。それでも書かれた間取りは決して無駄にはなりません。家について深く考えるきっかけになるので、応募しておけば何かヒントがあるかもしれないぐらいのイメージでご応募ください。今回は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。次回はダダダさんの作品です。とてもセンスよく描かれた間取り図をご応募いただきました。三角形の変形地で隣に神社があるという敷地です。特徴的な敷地をうまく利用すれば面白いものができるはずですので、楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。